では、問題文を読み上げます。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立っている集団を考える。対立遺伝子ラージ A とスモール a について、ラージ A は花を黒くする遺伝子、スモール a は花を白くする遺伝子である。ラージ A はスモール a に対して牽制である。で、この集団では、黒い花の個体が全体の 91%、白い花の個体が全体の 9% を占めていた。ラージ A の遺伝子頻度を P、スモール a の遺伝子頻度を Q とするとき、P と Q を求めなさいと。まず、ここに注目です。ハーディ・ワインベルグの法則が成り立っている集団を今回扱っているよっていう、ここに注目です。今回の問題みたいに、ハーディ・ワインベルグの法則が成り立っている場合、そういう場合は、この遺伝子型ラージ A ラージ A の個体、遺伝子型ラージ A スモール a の個体、遺伝子型スモール a スモール a の個体が、こんな風に P 次乗、2PQ、Q 次乗の頻度で存在している。そういう風に考えていいんですね。次に注目するのはここです。白い花の個体。これは先生形質の個体ですね。花を黒くするラージ A は花を白くするスモール a に対して牽制だから、白い花っていうのは、先生形質、この先生形質の個体に注目します。なんで先生形質の個体に注目するかっていうと、これ、黒い花のデータって分かりにくいですよね。だって、遺伝子型ラージ A ラージ A の個体も、遺伝子型ラージ A スモール a の個体も、どっちも花は黒くなっちゃうんだから、黒い花が全体の 91% って言われたって、どっちがどのぐらいあるか、ちょっとわかりにくいですよね。一方で、白い花の個体っていうのは、これ、遺伝子型スモール a スモール a で確定ですよね。スモール a は先生の遺伝子ですからね。花が白くなるためには、スモール a を2つ持たなきゃいけませんよね。今回、白い花は全体の 9% でしたよ。そして、この集団は、ハーディ・ワインベルグの法則が成り立ってる集団ですよって言われてるから、この 9% が、この9次乗と等しいんですね。ということで、9次乗が 9%、0.09 と等しいということで、9が 0.3 と出るわけです。そして、くじ、例えばくじを考えたら、当たりくじが出る確率と、外れくじが出る確率、当たりか外れしかないんだったら、これ足したら1になりますよね。だって例えば、くじが当たる確率が10分の3だったら、くじが外れる確率は10分の7だよね。足したら1になるよね。そんなくじの話とすごく似てるんだけど、ラージ A の遺伝子頻度とスモール a の遺伝子頻度を足したら、これ1になるんだね。ある箱にラージ A と書かれたボールが入ってる。そしてスモール a と書かれたボールも入ってる。スモール a が出る確率は10分の3。だったら、ラージ A が出る確率はって言われたら、1から10分の3。つまり 0.3 を引けば出るよね。同じように考えて、Q が分かったらすぐに P も分かるんだね。P は1から9を引けばよくて 0.7 と出るわけですね。まず、こういう問題では、ハーディ・ワインベルグの法則が成り立ってるって、文章が書いてないかなって探す。そして書いてあったらラッキーって思う。各遺伝子型の頻度がそれでわかる。次に、先生の答えがどんだけ言えるか探す。その割合が9次乗に等しいから9が出て、あとは1から9を引けば P が出る。こんな流れで解く、問題でした。